はい、皆様こんにちは、みえちゃんです。ね、香港も終わって、マニラも終わってね、アジアンツアーもね、残すところあと1カ国ね、ソウル、韓国だけとなりましたね。もうお隣ですよね。ね、アジアンファイナルのね、ソウルライブね、一体どんな感じになるんでしょうかね。楽しみですね。たくさんの方がね、シェア動画アップしてくれたので、本当にアジアのライブたっぷり楽しめましたね。あとはね、早く風さんが帰ってきてね、美味しいね、日本のご飯を食べてね、ゆっくり休んでほしいですね。もう本当に大変だったと思いますよ。ねえ、若いとはいえ、ハードスケジュールでしょ。ねえ、ズッズさんやね、盤面の皆さん、ね、スタッフの方々ともどもここまでね、無事にやってきてくれて、ほっとしましたよね。あと一息ですね。本当にありがとうございます。今日はね、曲の解説ではなくて、ちょっと変わったね、ちょっと深いお話をします。それはね、風さんを通じて、例えばね、皆さんが感じる強いね、癒しの感覚がありますよね。そういう部分とかね、あとワンネスに浸れるっていうことですね。それはね、風さんが祭りでね表現したようなこの世は天国なんだよとかね、グレイスで歌ってるようにね、あなたは私っていうね、そういう世界観ですね。全ては一つっていうことなんですね。それでね、それはつまるところ、一言で言えばね、悟りの世界っていうことなんですよ。そのね、悟りっていうものと、風さんがね、よくライブでするびっくりするようなアクション、ね、動作がありますよね。あれと悟りについてのある関係性に気づいたんですよ。なのでそれをねお話ししようかなと思います。まあね、堅苦しくなくね、エンタメ感覚でねいきたいと思うんですけど、風さんのびっくり動作ってありますよね。例えばね、一番分かりやすいのがね、今回のアジアツアーでもね、ふんだんに見せてくれたね、ダームのね時のセクシーポーズというかね、シーンというか場面ね、あれ見るとね、私なんだかね、セクシーというよりね、いたずらっ子がね大人をからかってるみたいに見えちゃうんですけど、今回のねマニラ公演ではなんとお尻を叩いてましたね。まあ見るとびっくりしますよね。天使のねイメージの風さんだから、そのギャップにびっくりしますね。あと例えばね、香港ではね、まだ記憶に新しいですけど、赤い鼻緒のね草履見せたりね、ここにお人形のがあったから出したんだけどね、あと可愛いね耳飾りつけたりしてましたよね。なんかすごい可愛くて、男の子っていう性別をね感じさせないでね、似合っちゃうところがね、風さんならではの魅力なんですけどね。あと他にもね、最後走ったりね、扇子で仰いだりね、いろいろありますけど、もうびっくりさせられたらみんなキャーキャー言って喜びますよね。でどうしてねこういったことが悟りに関係するのかってことなんですけど、関係するんですよ。はい。皆さんね、悟りっていう言葉を聞いた時に何を連想しますか？うさんくさいっていう人もいるでしょうね。よくね世間話なんかであの人は悟ってるなんて気軽に言いますけどね、そんな場合はね、どちらかっていうと人生でねいろんな経験した人で、なんか酸いも甘いも噛み分けた人みたいなね感じで言われたりしますよね。何があっても動じないみたいなね、あの人は悟ってるなんてね。でもそれはね、私が知ってる限り本当の悟りはそういうもんじゃないんですね。
本当に悟りっていう言葉が意味するものはその世間話の悟りとは全く違うものなんですね。でね、この場合の悟りっていうのはね、自我から完全に自由になった時にある真実に気づくことなんですね。でその真実っていうのは分かりやすく言っちゃえば、自分っていうね、生まれては死んでいくこの存在っていうものは本当の自分じゃなくて、ただ一つのものだけがある。全ては一つで、全ては完璧であった。言い換えればね、全ては愛。愛を慈悲とも言いますけど、それしかなかったって気づくことなんですね。つまりね、みんなそのまんまで何の問題もなくって、もう完全無欠な悟りの状態にいるんだってことなんですよ。悟った人がね、特別な人ってわけじゃ全然ないんです。じゃあね、何も悟りなんか求めなくてもね、いいじゃないかって思いますけど、そのままじゃみんな苦しいでしょね。多かれ少なかれね、なんか悩みとかあるでしょ、不安とかね。誰でも持ってるじゃないですか。ね、今悩んでなくてもこれから何か起こるかもしれないっていうとかいうね、不安とかありますよね。でそういうものがもう一切なくなった状態が悟りなんですね。でもね、言ったようにね、皆さん本当はもう悟りの状態にいるんですよ。全くブッダとね何も変わらないんですよ。皆さんそのまま真がもう神様なんですよ。もしね、近くにあなたの旦那さんとか奥さんとかお子さんがいらしたらね、猫でもいいです。それにこう拝んでもね、ちっともおかしくないんですよ。本当ですよ。お線香なんかあげちゃったらまずいけどね、そうなんですよ。ただそれに気づいてないだけなんですね。でね、一つなんですよ。もうあなたがそれなんですよ。イコール真我なんですね。それと一体なんですよ。もう内側も外側もそれと一体なんです。だから風さんがみんなの中に花ね、花イコール悟りね、イコール神様、イコール愛がいるって言うんですよ。満ちてゆくでもね、愛が溢れてるって言ってますよね。でそういうことに強烈に気づいた時が悟りなんですね。もう全てこのままでよかったんだって分かることなんです。ただね、悟りの体験というのもね、自我のね単なる一つの経験に過ぎないんですね。だから一過性のものなんですね。なんですが、もちろんその体験の後ではね、人生はね全くこれまでとは違ったものになっちゃうんですね。すごい解放感があるわけなんですよ。だからこそその悟りを求めて大昔からもうみんな悟りを得ようとね修行してきたわけですね。でね、その悟りの度合いっていうのはね、人によってまちまちなんですけどね、イエスとかブッダとかね、近年ではクリシュナムルティとかラマナ・マハルシとかいますけど、そういう人たちみたいにものすごいもう爆発的な体験をする人もいるし、ちょっとね真実を垣間見た程度の軽い気づきの人までね千差万別なんですよ。でね、ちょっと垣間見ることを正悟とかね、小さい悟りと書いて正悟、字幕出ますからね、とか一別体験とか言われたりするんですね。でそんな体験した人たちは結構たくさんいると思います。特にね修行しなくても何かのきっかけでね、それは人生の苦しみだったりしますけど、それでね真実をね
垣間見てしまう人もいてね、例えばねエクハルト・トールっていう人がいますけど、この人のはね私の体験とねちょっと似てるんですけどね。あとトニー・パーソンズとか結構いるんですよ、他にもね。でこちら欧米系の人ですけどね、そういう人たちね、欧米とか白人文化っていうものの特徴かもしれないんですけど、そういうねなんていうかちょい悟りした人たちがね、ノンデュアリティ、これも字幕出ますけど、ノンデュアリティっていうジャンルでね、ノンデュアリティっていうのは2つじゃないっていう意味ですね。1つしかないってことです。そういうジャンルでその悟りを一種のねエンタメみたいにエンタメっていうのかな、まあショービジネスまでいかないけどやってるんですね。悟りショーみたいなでね、日本でもねそれを真似て非二元っていうね、二つにあらずっていうねくくりでお話し会とかねやってる人たちたくさんいるんですね。まあね玉石混交っていうのかな。でもね悟りってね一回じゃないんですよ。白隠さんだったかな、一生の間にね第五ね、大きな悟りと書いて第五、それが18回15回だったかな。で正午はねその数がわからないって言ってるんですよ。だからねそうやって普通に気づいたりね、ちょっと悟ってもね自我っていうのはしつこいですからね、また戻ってきたりするんですね。だから悟ってもねずっと自我に気づいていくのは必要になるんです。でね悟りはね自我の経験に過ぎないんだけど、私が分かっちゃったとかね、ラッキーとかね、私ってすごいでしょみたいにエゴが言うんですよ。なのでね自分は目覚めた特別な存在だなんて思ったりすると、もう自我をずっと引きずることになっちゃうんですね。だから最後には悟りっていう経験も手放さないといけないんです。ただねちょっとでもねそんな経験をするともう全てがクリアになってきてね、ただ一つのものだけがあるっていうことがね頭ではなくね実感でわかるんですね。この実感が大事なんですよ。そしてね苦しみから解放されるんですね。風さんが言ってるね全ては一つっていうことがねもう真実だってわかるんです。本当ただ一つしかないんですよ。だから風さんが言うように、あなたは私であり私はあなたなわけですね。で風さんの悟りっていうかね目覚めがねどの程度まで進んでいるのかは風さんに聞かないと分かりませんけど、多分かなりのところまで分かっていらっしゃるんじゃないかなって思うんですね。じゃなかったらあんな歌詞とか書けないしね、普段のね言われてる言動とかでもなんとなく分かるんですね。でねさっき言ったように皆さんは本来仏であって神様でそのまま悟りの状態にいるんですよ。でもね普通に自分というものがある限り悟り体験はできないんですね。なぜなら思考があるからなんですよ。考えね、その思考が自分っていう感覚ね幻想を作り上げてるんですね。でこの思考がね最大のねこう邪魔者っていうかね、思考はね今までの経験とか記憶ね教育とかね人が生まれてから脳にねずっと貯められてきたものですね。でそれが自分というね独立したね存在のようなものを作り上げて、それを自分と呼んでるわけです。それが自我ですね。でね仕事とか社会でね食べていくとかの上ではもう機能的にね働いてくれるから悪いもんじゃないんですけども、
それがいつも言ってますけど、人生の苦しみのもとでもあるんですね。真実を分かるためにはね、脳に溜まったゴミでしかないんです。そこでですよ、逆に言うと、その思考がない状態になれば真実が分かるっていうことになるんですね。だから瞑想なんかで普段からこのね、一日中ぐる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 働いてる脳をね、休ませる意味でもね、思考っていうものをね、整理っていうかね、減らしていく作業をするんですね。で、思考にねとらわれずに、ただ見ては流していくっていうことでね、思考はだんだん少なくなっていくんですね。で、だけどね、思考のない状態ね、要するに自分がなくなる状態、無我ですねっていうのはね、瞬間的ならね、皆さん日常的にいつの間にか経験してるんですよ。例えばね、お湯を沸かしていて熱いやかんに触っちゃったら、熱いって手を離しますよね。その瞬間ですよ。触った瞬間には何の思考もないですよね。ただ熱いっていうね、感覚があるだけでしょ。よく思い出してみてくださいね。本当にやらないでくださいね。その次の瞬間になって初めて、やけどしちゃうかもとかね、私ってバカだなって思考が出てくるんですね。つまり自分が出てくるんですよ。だけど触った瞬間はもう本当その瞬間は熱いっていうね、感覚だけでもう自分は消えてるんですね。ほんの一瞬だけ悟ってるわけですよ。プチ悟りね。でその瞬間ね、あとね、もっとありますね。ものすごくね、綺麗な景色とかね、男の人だったらものすごい綺麗なお姉ちゃんとかね、見た瞬間ね、あと近くでなんか事故をね目撃しちゃったとかね、その瞬間頭が真っ白になりますよね。でその瞬間にもし余計な思考がなければ、もうただ嬉しいね、綺麗とかねいう感覚、びっくりとかショックみたいなねものしかないんですよ。自分は消えてるはずなんですね。でその次の瞬間に、ここはさすがに聞いた通りの場所だねとかね、綺麗な景色、また来たいなっていうね思考が出てくるんですね。で綺麗なお姉ちゃん見て一瞬すげえと思って、その次にすぐお茶に誘っちゃおうかなとかねそういうのが出てくるんですよ。ね、ここまでね話せばもう分かってきたと思うんですけど、つまりね、風さんがステージであっと驚くこういうねパフォーマンスした時に、皆さんね、我を忘れてね食い入るようにね見てませんかね。その瞬間、風さんの行動を見ている、その見ていることしかないはずなんですよ。2回目3回目になるとさすがにね、セクシーポーズもねマンネリになるのでね風さん微妙にやり方変えたりしてますよね。なんか香港ではなんかシャツに手入れたりしてね、バリエーションついてましたね。それこそね、これこそがんですよ。禅のお坊さんがね、もうカーッつって叫んだりね、もう竹刀棒でね、なんか座禅してる人を叩いたりする時のね、効果と同じなんですよ。その瞬間思考が停止するんですね。あと同じくね、思考にね働きかけるね、禅では公安という修行もあるんですね。いわゆるね禅問答ですね。てか謎々だね、本当謎々なんですよ。普通の頭じゃいくら考えても分かんない。考えて思考を使い果たしてしまって、もうどうにでもなれってね、思考が脱落した時に悟っちゃったりするんですね。それを狙ってるんですね。つまり大昔のね謎々ね、このね無門観なんていうね恐れ多いね書物があるんですよ。私も持ってるんですけど、この恐ろしく古い本が見えるかな、あるんですけどね、この無門観ね、
でねこの中面白いっていうかな、これ禅の教科書みたいなものかな、ずっと前に読んでねちんぷんかんぷんだったんですけど、今はね少し分かるようになったんですけどね、結構いろんな話とか出てきてね、ここに例えばここにあるね愚亭さんっていうね和尚さんがいるんですけど、愚亭樹師っていうね愚亭指を立てるっていうねお話がね結構有名なんですけど、この愚亭さんっていう和尚さんがいてね、いつもねこの人ね人を悟らせるためにこう指を一本立ててたんです、こうやって風さんみたいですよね。風さんほら日産ライブでもね「すべては一つ」って歌う時なんかねこうやってましたよね風さんほんとなんかね時々禅の坊さんみたいなんだよねまあねこの無門歌もねお坊さんによってね解釈様々なんで、私の解釈なんてもうカッツなんてね叱られそうだからねやめときますけど、まあこういうの読んでもねただの知識なのでねもう使い古されたっていうかね知識なんでもうむしろ邪魔なんですよ。この本も捨てようと思ったんだけど、まあ逆にねそこまでやらないとわからないくらい、この思考っていうのがしつこいんですよ。自分っていう幻想を作ってるんですね。逆にね思考が消えれば無我になるんですね。自分がなくなっちゃうんですね。また何をバカなことって思うかもしれませんけど、まあそれはねそう思っても無理もないので、もう自我をね自分だと思ってる限りまあわからないのは仕方ないです。でね果たしてね風さんがねそこまで計算してみんなをね悟りへ導くように意図してるかどうかは分かりませんよ。もし分かってやってるとしたらもう想像以上にね風さんっていう人はくせ者ですね。まあいい意味でですよ。でねまあそんなわけでね今日は悟りなどというねまあ少し深い話をさせていただきました。まあちんぷんかんぷんな人もいらっしゃると思いますけど、まあ私としてはねただねまあ自分なりに本当のことを大真面目に話してるつもりなのでご理解よろしくお願いします。まあね座禅やらね何らかの探求なさってる方とかね近い経験された方とか今探求中の方とかね普段精神世界をね意識なさってる方だったらまあきっとある程度は分かっていただけると思います。そしてね体験されてない方も日頃から自我って何だろう、本当の私って何だろうとかね、なぜ苦しむんだろうとかね、どうしたら本当に幸せになるんだろうっていうことをね知りたい願いが生まれて探求したいっていう気持ちが芽生えるのが大事だと思うんですね。それってお釈迦様と同じ状態なんですよ。お釈迦様もそうだったんですね。じゃないと本当の幸せって永久にわからないんですよね。本当にね今生きづらい人とかね悩み多い人にね本当の自分とは何かに気づいてほしいんです。今こうしてる間にもね苦しんでる人いるしね、そういう人がね早く大きな愛に目覚めてね大丈夫だよっていうことをね分かってほしいんですね。まあね手始めはね風さんの曲をね聴くことが手っ取り早いですね。そしてねその愛をねいっぱい感じてほしいです。苦しみは幻想であったと。この世はね風さんの言う通り何の分け隔てもない、天国以外の何者でもなかったんだと実感してほしいんです。でそれで癒される人はもうそれでいいですよ。何にもいりませんよ。それでも苦しい人はできれば探求を始めてほしいんですね。そうするとね風さんのファンの方でもね曲の理解もずっと深いものになると思うんです。まあ悟る悟らないじゃなくてねそういう真実を知りたいっていう気持ちが出てきたらそれは絶対導きなんですね。そういう探求そのものがね
生きる励みになったりするんです。探求は楽しいですよ。探求動画もねそのうちにやろうと思ってるんですけどね、決してね苦しい修行なんかじゃないです。ね、というわけでね、まあ謎々のようなエンディングで申し訳ありませんけどもね、風さんというね素晴らしい人に出会ったのもね縁ですしね、これも導きなので、まあ私がねあれこれバカなお話ししたのもね頭の隅っこにでも入れてね、何かのきっかけにでもねなっていただければ嬉しいです。はい。じゃあ今日はここまでです。こっちはねもう先日初雪降ったんですよ。はい。もう寒いです。皆さん風邪をひかないようにね気をつけてくださいね。じゃあまたこの次までね。はい。さようなら。ありがとうございました。